今日もお疲れ様です。ブルーミートークのあきりです。このポッドキャストでは日本語で働く外国人の皆さんに向けてビジネス日本語やコミュニケーション、そして仕事で役立つ様々な情報についてお届けしています。今日のテーマは日本の世界遺産です。2026年7月26日、奈良県にある飛鳥藤原の旧都がユネスコの世界文化遺産に新しく登録されました。旧都は少し難しい言葉ですが、天皇の宮殿が置かれ、政治の中心になっていた都市という意味です。今回のエピソードでは、飛鳥藤原の旧都とはどのような場所なのか、世界遺産に登録されると地域経済にどのような影響があるのか、観光客が増えることでどのような問題が起こるのか、このような内容についてお話ししたいと思います。ここでちょっと話題は変わるんですが、皆さんが初めて会った人に趣味は何ですかと聞かれたらすぐに答えられますか？実は私はこの質問が少し苦手でした。趣味というとスポーツや楽器、絵を描くことなど何か一つのことを本格的に長く続けていなければいけないような気がしていたからです。なので前は仕事が趣味のようなものですと答えることがよくありました。実際に私は今の仕事がすごく好きです。日本語を教える仕事が好きですし、教材を作ったり、このように皆さんにポッドキャストでどんなことをお話ししようかなと考えることもすごく好きです。この仕事をしていると常に何か新しいことを学んでいるので、それが私にとってすごく刺激になっています。ですが仕事以外にももちろん好きなことはあります。周りの人が趣味は何ですかという質問に答えているのを聞いていると、例えば休日にカフェへ行くことです。犬と散歩することです。新しいレストランを探すことです。というように日常の中の小さな楽しみを答えている人も多いことに気づきました。それを聞いて、そんなに本格的なことでなくても好きなことを趣味として答えていいんだと思うようになりました。それからは私も自分の好きなことを伝えるようにしています。私の好きなことの一つは歴史的な建造物を見に行ったり、史跡を見に行くことです。古いお城やお寺、教会、神社、昔の街並みなどを見るのがすごく好きです。そのような建造物や建築物を見ると、ここではどんな人たちが暮らしていたんだろう。この建物が作られた時代にはどんな社会だったんだろう。誰がどんな気持ちでこのように表現したんだろう。何千年も前のこの建物、一体どんな技術でこの建物を建てたんだろう。と想像したくなります。今回、奈良県の飛鳥藤原の旧都が世界文化遺産に登録されたというニュースを見て、ぜひこのテーマについてお話ししたいと思いました。それではここからが今回のメインテーマです。飛鳥藤原の旧都とはどのような場所なのか、簡単にご紹介していきます。この飛鳥藤原の旧都は奈良県南部の飛鳥村、柏原市、桜井市にまたがる世界文化遺産です。一つの建物だけが登録されたのではありません。宮殿や役所の跡、寺院の跡、古墳といってお墓など全部で19の構成資産から成り立っています。飛鳥とは西暦588年から694年まで。藤原は694年から710年まで日本の政治や文化の中心となった場所です。今からおよそ1300年以上前のことですね。
当時の日本は中国や朝鮮半島の国々と交流しながら、新しい政治制度や文化、技術を取り入れていました。その代表的なものが律令制度です。律令制度とは、法律や役所の仕組みを整え、国全体を中央政府が管理する制度です。それまでの日本では、各地域の有力者が強い力を持っていました。ですがこの時代になると、天皇を中心とする国の制度が少しずつ整えられていきます。また、仏教が広がり、寺院が建てられ、計画的な都市も作られるようになりました。藤原京は中国の都の考え方を参考にして作られた日本で最初の本格的な途上だとされています。途上とは政治の中心となる宮殿や役所、道路、住宅などを計画的に配置した都市のことです。飛鳥藤原の遺跡からは日本が古代国家として形を整えていった過程を見ることができます。そして興味深いのは、登録された遺産の多くが現在も地面の下に残っていることです。姫路城のように大きな建物がそのまま残っている世界遺産とは少し違います。遺跡を見ただけでは昔の宮殿や寺院の姿をすぐに想像できない場所もあります。ですが、発掘調査によって建物の位置や都市の構造、当時の人々の生活などが分かってきました。今は田園風景が広がっている場所の下に古代日本の政治や文化の中心が眠っているんです。私はこういう場所にとてもロマンを感じます。文化庁によると、飛鳥藤原の宮都は日本で27件目の世界遺産です。このうち文化遺産は22件、自然遺産は5件です。文化遺産とは歴史的な建物、遺跡、街並みなど人間の活動によって生まれた価値のある遺産です。一方で自然遺産とは貴重な自然環境や生態系、地形などを守るために登録される遺産のことです。日本の自然遺産には屋久島、知床、小笠原諸島などがあります。あれ、富士山って自然遺産なんじゃないのと思ったあなた。いいご質問です。実は富士山は世界遺産に登録されるとき、富士山にはあまりにもゴミが多すぎるといった問題から自然遺産として登録するのは少し不適切なんじゃないかという意見がありました。そこで富士山は現在文化遺産として登録されています。では富士山がどうして文化遺産に選ばれたかというと、富士山は昔から神聖な山として信仰されてきました。また、浮世絵といった多くの芸術作品に描かれたことから、世界の文化に大きな影響を与えたことによって文化遺産に登録されたんです。では、世界遺産に登録されると、その地域にはどのような変化が起こるのでしょうか？世界遺産に登録されると、国内外のメディアで紹介され、その地域の知名度が一気に高まります。その結果、観光客が増え、宿泊施設、飲食店、交通機関、土産物店、観光ガイドなどの利用も増える可能性があります。新しい雇用が生まれたり、道路や観光施設、多言語案内などの整備が進んだりすることも期待できます。今回の飛鳥藤原の宮都について、野村総合研究所は登録による1年間の経済効果を約70億9000万円と試算しています。登録前の飛鳥村、柏原市、桜井市を合わせた年間観光客数は約450万人
と推計されています。ですが、この450万人すべてが飛鳥藤原の宮都を目的に訪れているわけではありません。柏原神宮や大三川神社、長谷寺など他の観光地を訪れる人も含まれます。そして観光客1人当たりの平均消費額を6715円として計算すると、66万人 ×6715 円で観光消費の増加は約44億3000万円になります。さらに飲食店が食材を仕入れる、宿泊施設が従業員を雇う、交通機関の利用が増えるなど、地域の他の産業へ広がる影響もあります。これを経済波及効果と言います。波及するとは、ある影響が周りへ次々と広がっていくことです。この経済波及効果まで含めると、約70億9000万円になると試算されています。ですが、ここで注意しなければならないのが、これは一定の条件を設定して計算した予測です。2026年8月現在、登録からまだ時間が経っていないので、実際に観光客が何人増え、地域でどのくらいのお金が使われたのかは確認できません。では、過去に世界遺産に登録された地域では、実際にどのくらい観光客が増えたのでしょうか。大きな変化があった例の一つが、群馬県の富岡製糸場です。富岡製糸場は2014年に富岡製糸場と絹産業遺産群の一部として世界文化遺産に登録されました。登録前年の2013年度、富岡製糸場の見学者数は約31万5000人でした。ところが登録された2014年度には約133万8000人まで増えました。約 4.25 倍です。1年間で見学者が約102万人増えたことになります。世界遺産登録がどれほど大きな注目を集めるのかがわかりますね。もう一つの例は、島根県の石見銀山です。石見銀山は2007年に世界文化遺産に登録されました。登録前年の観光客数は約40万人でしたが、登録された2007年には約74万人、翌年の2008年には約81万人になりました。登録前年と比べるとほぼ2倍です。世界遺産登録には短期間で多くの人を引きつける大きな力があると言えます。ですが、観光客の増加がそのままずっと続くとは限りません。富岡製糸場では2014年度に約134万人まで増えた見学者が2016年度には約80万人、2019年度には約44万人にまで減少しました。石見銀山でも2008年の約81万人をピークに減少し、2012年には約43万人となりました。世界遺産に登録されると最初は大きな注目を集めます。ですが、世界遺産になったから一度見てみようという人が一巡すると観光客が減っていく可能性があります。一巡するとは対象となる人たちが一通り経験し終わるという意味です。そのため登録されたという事実だけに頼るのではなく、また訪れたいと思える展示や体験を作る。地域の食文化や他の観光地と組み合わせる。ガイドツアーを充実させる。宿泊してゆっくり楽しめる仕組みを作る。といった工夫が必要になります。ちなみに、富岡製糸場とは群馬県富岡市にある糸を作っていた工場です。1872年、明治政府がフランスの技術を取り入れて建てました。
生糸という絹の原料を作り、日本の近代的な産業の発展に大きな役割を果たしました。石見銀山は島根県にある昔銀を取っていた鉱山です。16世紀から17世紀頃には、ここで取れた銀が日本国内だけでなく、外国との貿易にも使われていました。鉱山の跡だけではなく、銀を運んだ道や鉱山で働く人々が暮らした街並みも残っています。世界遺産登録による経済効果を考えるとき、もう一つ重要なのが観光客の滞在時間です。例えば、岐阜県の白川郷は1995年に世界文化遺産に登録されました。登録前年の観光客数は約67万人でしたが、1996年には約102万人、2008年には約186万人まで増えました。登録前年と比べると最大で約 2.8 倍です。ですが過去の調査では白川郷を訪れる人の多くが2時間から3時間程度だけ滞在する日帰り客でした。宿泊客は10万人未満で大きく増えなかったとされています。観光客が地域に来ても短い時間だけ見学して別の地域へ移動してしまえば、宿泊施設や夜の飲食店などへの経済効果は限定的です。つまり観光客の数が増えることと地域で使われるお金が増えることは必ずしも同じではありません。反対に屋久島では観光客の約7割が宿泊客だったと報告されています。屋久島が世界自然遺産に登録されたのは1993年です。登録後約20年間で宿泊施設は約3倍、観光ガイドは約8倍に増えました。自然の中を歩くには時間がかかるため、多くの観光客が島に宿泊します。その結果、宿泊、飲食、交通、ガイドなど地域の様々な事業にお金が流れやすくなります。大切なのは単に観光客を増やすことではありません。その地域に長く滞在してもらい、地域の文化や食事、人々との交流を楽しんでもらうことです。一方で、観光客が急激に増えることで新しい問題が起こる恐れもあります。その代表がオーバーツーリズムです。オーバーツーリズムとは、特定の地域や時間帯に観光客が集中し、住民の生活、自然環境、文化財、観光客自身の体験などに悪い影響が出る状態です。例えば、道路や公共交通機関が混雑する、ゴミや騒音が増える、観光客が私有地へ入ってしまう、地域住民がバスや道路を利用しにくくなる、文化財や自然環境に負担がかかる、観光客自身も混雑によってゆっくり見学できないといった問題があります。飛鳥藤原の旧都でも将来このような問題が起こる可能性があります。特に飛鳥村は田舎風景や静かな生活環境そのものが地域の魅力の一部になっています。大きな観光施設の中に世界遺産があるのではなく、住民が生活する地域の中に遺跡や古墳が点在しています。点在するとは、一箇所に集まらず、様々な場所に離れて存在しているという意味です。観光客が急に増えれば、狭い道路が混雑したり、知らないうちに私有地へ入ってしまったりするかもしれません。文化財を守るだけでなく、そこで生活している人たちの環境も守らなければなりません。オーバーツーリズムへの対策の一つとして、姫路城では最近、
姫路市に住んでいる人が姫路城に入場する入場料と、姫路市以外からやってきた人の入場料を分ける取り組みが始まりました。姫路市に住んでいる人の方が安い料金で姫路城に入場することができます。このように少し高い入場料を設定することで訪問する人の数を調整しようとする取り組みが始まっています。ここからは私がおすすめしたい日本の世界遺産を2つご紹介したいと思います。1つ目はやはり兵庫県の姫路城です。私は神戸出身なので兵庫県を代表する世界遺産としてやはり姫路城は外せません。姫路城は白い外観が美しく、白鷺が羽を広げたように見えることから、白鷺城と呼ばれることもあります。遠くから眺めるだけでも美しいのですが、実際に城の中へ入って、狭くて急な階段を登ると、昔の城が防御のためにどのように設計されていたのかを体験できます。二つ目は、広島県の厳島神社です。海の中に立つ大きな鳥居で有名ですね。潮が満ちている時間と潮が引いている時間では景色が大きく変わります。自然の変化と神社の建築が一つになっているところが厳島神社の大きな魅力だと思います。どの世界遺産もどうしてこの場所に建てられたんだろう。当時の人はここで何をしていたんだろう。現代までどうやってこんなにも綺麗に守られてきたんだろうということを少し調べてから訪問すると見え方が大きく変わってくると思います。今回は2026年7月26年に新しく世界文化遺産に登録された飛鳥藤原の急登をきっかけに日本の世界遺産についてお話ししました。ところで世界遺産ランキングって知っていますか？全世界で世界遺産の数が最も多い国をランキングに並べたものが世界遺産ランキングです。2026年8月現在、日本は世界で第11番目に世界遺産が多い国のようです。世界で一番世界遺産が多いのはイタリアですね。その次には中国やドイツ、フランス、インド、イランといった国々が続きます。私はこの日本だけではなくって世界中の世界遺産も訪問していきたいなと思っています。世界の人々が日本と同じ時代にどういった考え方を持っていたのか、どんな文化を持っていたのか、同じ時代にどんな技術の違いを持っていたのか、そんな視点から世界中の世界遺産を訪問したいと思っています。皆さんのお国にはどんな世界遺産がありますか？そして皆さんが将来ここは訪れてみたいなと思う世界遺産はありますか？ぜひコメントで教えてください。それでは今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。お疲れ様でした。